じゃあもういいですか。はい、どうぞ。あ、すいません。じゃあまずいろはにほへと。いろはにほへと、ちりぬるを。わかよたれそつねならん。ういの奥山京越えて。朝き夢見しえいもせずというところで伴奏お願いします。せーの。昔一人の女あり、我が子と二人でつつましく、母と子二人で幸せにけなげに生きておりました。ある日病気になりました。子供が病気になりました。子供はやがて死にました。体も冷たくなりました。女は我が子を胸に抱き、生きせぬ我が子を抱いたまま、裸足で道を歩きつつ、道行く人に頼みます。助けてください、お願いです。私はお金はありません。私の命を差し上げます。助けてください。うちの子はなぜか息をしないのです。この子はひどい病気です。子供はもはや死んでいる。もはや医者にも治せない。けれども女は認めない。釈迦牟尼仏の元へ行き、泣いて助けを乞いました。釈迦牟尼仏は言われます。あなたの子供が病気なら祈りの力で治しましょう。それには火種が必要です。先祖代々誰一人死人がいない不死の家、不死の家から清らかな火種をもらってきてください。女は顔を輝かせ町へ走って行きました。大きな屋敷で聞きました。不死の家かと聞きました。家の人は答えます。確かにうちは豊かです。けれども不死ではありません。去年夫を亡くしました。女は隣の家に行き、不死の家かと尋ねます。一軒一軒また一軒、不死の家はありません。先祖代々人は皆死んで生まれてまた死んで、今いる人もいつか皆別れの時が来るのです。女は歩みを止めました。悟って歩みを止めました。女は我が子を抱きしめて、生きせぬ我が子を抱きしめて、墓所へと行きました。そして我が子の亡き殻を墓所に置きました。思い出だけを抱きしめて、微笑む我が子の面影をまぶたの裏に焼き付けて、釈迦牟尼仏のもとへ行き、思いがなくした女は仏のお弟子になりました。色は匂えどちりぬるを、我が世誰ぞ常ならぬ。ういの山京越えて、朝き夢見しえいもせず。あ、どうもすいません。自分で作ったら失敗しちゃった。はい、なんか昔の2000年前の古いお経に書いてある物語で、なんかお釈迦様なのに超能力で復活させてあげればいいのに、